いい意味でダサくて、それがかっこいい。ボーイズ&ウィルズ TV、今日もですね、素敵なオーナーさんと車に来ていただきました。お名前は？ひろとです。年齢は23歳です。23歳は、はい。どちらからいらっしゃいました？埼玉県です。そしてお仕事は？美容関係のお仕事をしています。なんかそんな感じしますね。そんな彼を今日はこの車聞いています。車、言わずもがな、なんでしょう。カローラレビンの AE86 です。85じゃなくて86。86です。レビンはい。で、ずっとあったと思うんですけど、これまでどういう歴史？カローラシリーズの4代目が、AE86 になります。それの、カローラレビンとスプリンタートレノって兄弟車種がありまして、それのカローラレビンがこの車です。何年式ですか？1986年式です。ご自身より何個年上？14個上です。結構上ですね。ちなみに愛車遍歴は？一番最初にシルビアの S15 のバリエッタっていうオープンモデルのものを買って、また珍しい。はい。その次に日産のジュークっていう変な顔したやつ、あれを買いまして、そこで続きますね。はい、そこで USDM ってジャンルに目覚めまして、 USDM とは日本車をアメリカ仕様にカスタマイズするジャンルで、特にその中でもストックっていうジャンルでもう純正に限りなくこだわるっていう形でカスタムを楽しんで。なるほど。そしてその後に左ハンドル買っちゃった方が早いなってことに気づきまして、日産のキューブの左ハンドルを買いました。よくありましたね。はい。そした後ね、はい。そこからずっと旧車に乗ってみたいっていう気持ちがあったので、日産のパオとフィガロを買いました。日産で続いてパイクカーに行った。はい。そして、その後にまたやっぱり左ハンドル乗りたいなってなりまして、その間にもコペンとかジムニーとか挟んだんですけど、あとは左ハンドルのプリウスで、あとアメリカだと名前が変わっちゃうんですけど、プリウスアルファの左ハンドル、プリウス V って言うんですけど、もう分かんなかった。あとは LS430 セルシオの左ハンドル、あとはトヨタのシエナ、大きなミニバンに乗ってました。からのカローラレビンです。だいぶ気の多い男がそうですか。すごいですね。23歳でそんな乗ったんですか？10代ぐらい10代ぐらい乗りました。いや、すごいですよこれは。現在このレビン乗ってるその理由というかいきさつは？もともとAE86 自体が好きで、小さな頃から乗りたい車ではあったんですけど、高校2年生ぐらいの時にワンオーナーで1万キロしか走ってないすっごく綺麗な2ドアのトレノが出てきたんですね。でそれをどうしても欲しいけど免許もお金もないっていうことで、高校2年ですからね。でお母さんに土下座して頼むからお金を貸してくださいって。ちなみにいくらだったの？160万でした。すげえな。それで免許もないのにどうやって維持するんだってことで却下されてしまい、それは普通はそうでしょうね。でたまたま本当にワンオーナーで綺麗になりそうな個体が出てきたので、こちら、それがこちらです。買ったのいくつですか？買ったのは11月なんですけど、エンジンのオーバーホールだとか、外装を塗装し直したりとかで手元に来たのは1月の半ば頃です。なるほど。ちなみにおいくらしたんですか？いや、330万です。乗り込みまして、今助手席ですけど、なんかドアを閉めた感じ結構かっちりしてて、僕ちょっとびっくりしたんですけど、もうちょっと古い車なんでぺちゃっとしてんのかなと思ったら結構しっかりしてて大変失礼しましたという印象ですけどどうヒロさんこの車見つけたんですか？グーカーで見つけたんですけど、ある時86にすでに乗ってる友達と一緒に、3台ぐらい候補見つけたから、ちょっと付き合ってくれって言って、1軒目にこのレビンを見に行ったんですね。でもうこの素材に惚れてしまって。素材というのは？このやっぱりワンオーナーで昭和から令和までの整備記録簿が全部残っていて、これは素材的にいいものだろうということで、残り2件見ずに
その場でサインしてあら、契約してしまいました。それほどなんか惹かれるオーラを放ってた。いやもう一つだけ置いてあるのが、外装ボロボロだったんですけど、あ、この車？はい、オーラがありすぎて、はい。もうこれに決めたっていうことで。ボロボロだったんですか、この車？はい、全くそういう風には見えないんですけど、なんか手を入れたんですか？そうですね、外装は塗り直してもらって、はい。もうほぼほぼもうセミレストアみたいな感じで車を仕上げてもらいました。おうおうおう、なるほど。じゃあエンジン周りも結構やった？そうですね、ヘッド周りは少しオイルがにじんでたそうなので、はい。だから面検とかいろいろガスケットとか、うその辺も一式整備してもらいました。ん。なるほどなるほど。車的な特徴ってありますか？ AE85 ってはいはい。車があるんですけど、廉価モデルが AE85 になるんです。何が違うんですか？基本的に車体は一緒なんですけど、はい。AE86 だとエンジンがツインカムの、4AG っていうエンジンが積んでるんですけど、AE85 だと、3U っていう 1500cc のシングルカム。はい、シングルカムのしかもキャブ。おお、そうなんですね。はい、パッと見の差はそんなないんですか、85と86って？そうですね、 B ピラーの僕の車は86なので黒塗りなんですけども、85だとボディ同色になるんです。ああ、なるほどね。エンブレムを見て詳しい方は、これは2ドアの GT って86だよねって言われるんですけど、見なかったらパッと見85です、この車は。だから85に間違われた方が僕個人的には嬉しいです。おお。どんなとこ気に入ってますか86の中でも一番安いグレードなのですごいダサいんですよ。鶴さんがダサいって言ってる部分がなんかかっこいいと思っちゃうんですけどね、逆に。僕もそれがかっこいいと思ってるんです。うん、なんかちょっと決めすぎてないというか、なんかちょっといい意味でちょっと抜けてる感じ。そうですね、いい意味でダサくてそれがかっこいいっていう、僕のこだわりポイントです。はい、僕もそう思います。なんかノーマルに近づけて乗るのが好きっておっしゃってたから、そこら辺も関係してるんでしょうか？そうですね、この車買った時も車外ホイールに車外ステアリングがついてたんですけど、どうせだったらカタログと全く同じ仕様にしてやろう。なるほど。写真を見ても写真荒くてわからないよってことで。カタログは出ないんですか？当時のカタログはもちろんあるんですけど、はい、写真が荒くて。あ、そうなんですか？はい、マフラーのカッターの形状とか、そこまでそういうところを見ていくと、はい、もう本当にキリがなくて。なるほど。なのでカタログをもとに、ここはこうじゃねみたいな感じで部品探しを日々頑張っているところです。今日いらっしゃった時に思ったのは、なんかタイムスリップしたような感じがあったんですよ。もちろん当時の古い車を見ると懐かしいなと思うんですけど、この車は特になんかタイムスリップ感があったんで、多分そのカタログに近いっていうか素の状態だから思ったのかなってちょっと思いました。間違いなくそうだと思いますね。はい、気に入らないところはないですか？じゃあ気に入らないところはないです。ない？はい、ないです。乗り味も最高？乗り味も最高です。結構分回しても楽しいですか？分回すの楽しいです。ちょっとじゃあ法定速度内で、はい、じゃあこうやってリッピングして、はい、こうやって回しても楽しいところが、やっぱり 1600cc でなるほど、楽しい車です。本当に非力な分踏み切れるというか使い切れる。そうですね。ちなみに馬力はどれぐらいですか？グロス値で130馬力って言われてる。結構あるんですね。車体の重さは？車体は1トン切ってます。じゃあ結構楽しそうですね、それのスペックだとね。そうですね、軽い分やっぱり加速は、パワーの割には速いんじゃないかなって思います。後輪駆動ですよね？はい、後輪駆動です。絶対楽しいに決まってます。しかもマニュアルでほぼ毎日乗ってます？ほぼ毎日乗ってます。ちなみに走行距離どれぐらいだったんですか？走行距離は13万キロ台で購入して、はい、今月2000キロ以上走ってる状態です。車乗るときに気使ってることとかあります？そうですね、BGM に気を使ってます。なるほど。例えばやっぱり80年代90年代の曲を流してたら、はい、この車にマッチするじゃないですか。はいはい、なので普段車の中でかけてる音楽は
ザードだったり、はいドリカムさんだったり、はいコンプレックスとかはいなるほど。そういった曲をガンガン流しながらはいドライブを楽しんでます。後ろのスピーカーからね。はいそう当時はみんな後ろにスピーカーを積んでて、あれがねまたね、そして金盤をでかく書くっていうのがなんかねステータスだったんでいいな。はい、運転を交代させていただきまして、今ね運転する前にいただいたアドバイスが、教習車を思い出して運転してくださいっていうことで、はい、本当に結構いい感じで回りますね。そうですね。教習車並みに乗りやすいっていうことで、誰が乗っても乗りやすい。さすがカローラっていう感じ。確かに、そっか、これはカローラであるということは誰も乗れなきゃダメだってことですよね。そうですね。やっぱり大衆車なので、もうアクセルは踏んだ分進むし、ブレーキは踏んだ分止まるし、ハンドルも切った分動くっていうのが、86のいいところなんじゃないかなって思ってます。めちゃくちゃいいです。今ちょっと上り坂なんですけど、細くでしょ。意外とトルクがあるんですよ。いいな、たまにある車。レビに乗り換えて何かエピソードあったりしましたか？やっぱり GDM っていう文化のおかげか、海外の方たちと関わる機会が本当に増えました。ジャパニーズドメスティックマーケット。そうです。日本市場で売られてた車ってことですよね。そうです。これ出してないってことですよね。はい。特に人気車種ですよね、これね。そうですね。ちなみにその関わった方が増えたってことですけど、どういうふうに増えたんですか？普通に都内走っていても、86ってピクちゃん OK って言われるので、もうそれで車を止めてお話ししたりだとか、いろんな SNS とかでこんな綺麗な車どこにあったんだっていうところから、やっぱりお話をするっていう機会が増えましたね。なるほど。やっぱそれで海外の方の反応が結構多い。本当に多いです。ヒロさん、じゃあもうこれね、シクロしていきたいですか？もっと限りなく純正に近づけていきたい。もっと？はい、もっとです。やっぱりエンジンルーム関係で、やっぱりカタログにも映ってないような新品部品が、意外とまだトヨタさんが販売してくださってるんですよ。そうなんですか？はい。さっき聞いたところによると、このバイザーだったり、このスイッチ類、これ新品だそうですね。そうです、新品です。で、エンジンルームをこう開けた時にも、ボンネットを支えるゴム類だったりとか、あとはラジエーターのステーとか、バッテリーのクランプとかも新品が出るんですよ。毎月課金が止まりません。はい、今日はですね、めちゃくちゃかっこいい、水も滴るいい男といい車に来ていただきました。運転させてもらって、すごい面白かった。もうちょっとね、コーナリングで楽しみたいなと思いました。またぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。レビンでした。さよなら。